いや、これすごいですね。ちょっとわかりますか？めちゃめちゃ鳥肌立ってます。皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。ワンモアのペンタドライバー P50 という有線イヤホンをご紹介したいと思います。ワンランク上のイヤホンを実際に使ってみて、素人ながらにその感想をお伝えできればと思います。ということで、これから開封し、中身の確認をしていきたいと思います。そして手持ちの機器でサンプル視聴してみたいと思います。というわけで本日も行ってみましょう。立体的にね、ボコボコしてるんですよ。この箱はこのように開けます。わー、すごいですね。見てください。イヤホンに対する思想というか、思い入れがめちゃめちゃすごいです。本のような作りになってますね。そして本体が出てきましたが、このクリアパネルを外しまして、まず最初に出てきました。すごいですね。かなり高級な感じがします。そしてイヤーピースもこのようなサイズのものが入っています。7種類のタイプが入っています。これだけ入っていれば耳の形状に合うんじゃないでしょうか。もちろん標準でもね、しっかり入っています。またこういったちょっとツヤのあります専用ケースが入っています。中はちゃんとね、傷がつきにくいような素材になっています。これもいいですね。そしてこちらは最近スマートフォンでは 3.5mm のイヤホンジャックの端子がついていないものも多いですので、こういった USB-C に変換するアダプターになっています。これはついているの嬉しいですね。そして最後にね、こういったユーザーガイドも入っていました。ちなみにこちらの箱、ここのサイドの部分になりますけど、ここね、磁石になっていて、こんな風にピタッとくっつきます。箱自体にも非常にお金がかかっていることがわかります。ということで、ワンモアペンタドライバー P50 のこの外観の方を見ていきたいと思います。見ていただきますとわかりますように、非常にね、しっとりとした感じ、それでいて高級感がめちゃめちゃあります。そしてこのケーブルと本体外すことができまして、ケーブル自体を交換することもできるようになっています。そしてこのメッキの部分見ていただきますと、非常にね、繊細に作られてるんですね。こういった交換可能なケーブルデザインっていうのもやっぱり高級感が非常にありますね。そしてつなぐときはね、ここパチンとさせます。反対側もこんな風になっています。ちなみにマルチシステム対応のインラインコントロールということで、ボリュームの上げ下げもね、しっかり対応しています。こういった機能ちゃんとついてくれてるのもいいですね。そしてこちらのね、外観になりますが、ここにワンモアのロゴが入っています。そして耳側にはこういったね、イヤーピースがついていまして、イヤーピース外してみますと、金メッキのような形になっています。こちらのケーブルは 1.25 メートルになっていますので、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、重さになりますけども、こちらのスケールであれば 20.8g となりました。そしてこのケーブルを外した状態になりますが、イヤーピースをつけた状態になりますが 3.7g となっています。ではここで主な特徴をご紹介したいと思います。まずね、こちらの製品、5ユニット構造になっていまして、4つの平面振動板ユニットを搭載しています。そして高効率のデュアル磁気回路ドライブ、非常にね、勢いのあるパワフルな音質を生み出しているということです。そしてこのね、形状になりますが、この部分がね、タッチセンサーがついているわけではありませんが、スタードーム形状ということになっています。そして先ほどご紹介したこちらのジョイント部分になりますが、MMCX のインターフェースになっていて、交換可能なケーブルデザインとなっています。しかもこちらのケーブルになりますが、銀メッキ無酸素導ケーブルということで、ロスが非常に少ない柔軟な被膜のケーブルとなっています。このことによって非常に微細な雑音を低減しているということです。そしてこのコントロール部分になりますが、マルチシステム対応のインラインコントロールということで、HD 通話に対応しています。こういった風に多機能のキーがついています。ボリュームの上げ下げや通話の開始、通話の停止ですね。非常にシンプルながらに作りの良さも感じます。そしてイヤホンそのものにノイズキャンセリング機能っていうのはついていませんが、このカナル型形状やこういった形をね、含めまして、物理的に耳に装着した時に最大で 28dB 相当の物理的なノイズ対策ということになっています。当然ながら耳に差しますので、騒音はある程度カットできるということになりますね。これによって臨場感あふれるリスニングを実現するということになります。当然ながらハイレゾオーディオの認定を受けています。これは日本オーディオ協会のハイレゾオーディオ認定を取得しているということですね。ですので最高の音楽効果を得るためには、ハイレゾオーディオを認証されているオーディオ機器で聞くっていうのがね、非常に大事になってきます。というわけでね、エイジングなど全くされていない状態になりますけども、ちょっとね、音楽聴いてみたいと思います。ということで今スマートフォンにですね、このアダプターをつけまして、
再生の方していきたいと思います。再生しますのは宇多田ヒカルの One Last Kiss という曲になりまして、これはですね YouTube ミュージック上にありましたハイレゾ音源ということになりますけどもね、実際にこれから再生してみたいと思います。すごいですね。ちょっと今鳥肌立ちました。ボーカルが非常にクリアですね。これ初めて再生してこの音ですか？低音が始まりました。いや、これすごいですね。ちょっとわかりますか？めちゃめちゃ鳥肌立ってますよ。高域と中音にかけまして、めちゃめちゃ解像度が高いです。で、しかも低音もほんと心地いい感じですね。YouTube ミュージックの音源でここまでのクオリティって圧倒的に予想を超えています。本当に細かな音まで聞こえます。はい、ということで今聞いてきましたけども、本当にねクリアで非常に解像度が高くて豊かで艶やかで、本当に満足できる一台じゃないかなと思います。ただね、お値段はある程度しますので、そういった意味ではなかなか手が出しづらいっていうのもあるかもしれませんけど、有線ケーブルを買うのであればもっとねお値段めちゃめちゃ高いのもありますので、比較的その中でもお安いモデルになりますので、満足のできる一台じゃないかなと思います。ということで、ワーモアのペンタドライバー P50 という有線イヤホンをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。装着は慣れが必要にはなりますが、一回やってしまえばね、後々慣れていくんじゃないかなと思います。まだまだ使い始めたばかりなので、エイジングっていうのが全然できていない状態になりますが、まだ初期の状態でもここまでの音が出るのかっていうぐらい驚きのクリアな音質と、そしてきめ細やかなクリアなサウンドが出てきました。加えて低音も品のいい感じで出してくれますので、本当に疲れることもないなと思いました。聴く音楽に関しましては幅広く使えるんじゃないかなと思います。昨今はですね、やっぱりワイヤレスイヤホン全盛になっていますので、有線イヤホンに今から戻るっていうのもなかなか勇気がいることかもしれませんけども、あえて有線イヤホンを使うっていうのはすごく贅沢なんじゃないかなというふうに思ってきました。ということで、最近のスマートフォンやタブレットはこういったね 3.5mm のイヤホンジャックっていうのもなくなりつつもありますけども、もしそういったジャックがない方でもこういったねタイプ C の変換ケーブルもありますので、ご予算に余裕があればね、こういった有線イヤホンで豊かな時間を過ごしてみるのもいかがでしょうか。というわけでね、気になった方は概要欄にリンクがありますので、そちらの方から詳細の方をご覧いただければと思います。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。